朝食のために1階に降りてきました。朝の7時前です。ビストロルサムに向かいます。ビュッフェスタイルです。窓からの眺めです。時刻は7時半頃です。コーヒーは結構薄めでした。すべて美味しかったです。ウェイターの方も皆さん親切でした。こちらはサミュエル・ド・シャンプラン、ケベック植民地の創設者として知られるフランスの地理学者、探検家です。こちらのプレスコットゲートはしばらく閉ざされているようです。プレスコットゲートの下側に来ています。ここからローアータウンに行こうと思ったのですが、坂が下りで急な上に氷で非常に滑りやすくなっていたため諦めました。先ほどのルイ・ステファン・セイント・ローランビルの反対側です。こちらが正面でしょうか。こちらはケベック・ノートルダム大聖堂の司祭館とケベック大司教区です。こちらのお店ですが、朝早くて今度は閉まっています。こちらはキリスト教系の学校を運営するバスール会の移住施設です。セイントウルスラ通りを南東に進んでいます。セイントルイス門です。こちらはガンジー像です。こちらはフランソワ・グザビエ・ガノー像です。
パーラメントビルです。アブラハム平原近くです。こちらの犠牲の十字架とは、第一次世界大戦などで戦死した兵士たちを追悼するために建てられた記念碑です。ホテルに帰ってガストロノミツアーの参加の準備をします。1軒目のお店のラ・ブシェットに来ています。左は鴨のパッチョ、右はライオンのたてがみのソテー。ライオンのたてがみとは日本の山伏茸のようです。ライオンのたてがみからは結構独特の味付けを感じましたが、山伏茸自体は淡白で上品な味のようですね。食感はサクサクしていました。鴨のパッチョは柔らかく、脂の赤みと赤みのコクを感じました。このツアーでは出会ったばかりの方と同席です。5軒の店を回る予定なので、これが5回続きます。やはり居心地の悪さはあります。皆さん大人なので、全く個性の違う人間同士ですから、そうなってもおかしくないですよね。マイナス14度の外でミシュラン店ルクランの説明をガイドさんから受けています。こちらに入るわけではありません。こういうのはツアー中何度もありました。2軒目のラ・ブシェです。まずこちらがピースープです。黄エンドウ豆とベーコンが入っています。それなりに美味しかったのですが、全部飲むとこの状況でお手洗いに行きたくなると思ったので全部は飲めませんでした。このスープはこのツアーに参加した方たちにはあまり人気はなかったように思います。皆さん全員アメリカ人なので、ちょっとこの味には馴染みがなかったのかもしれません。こちらがメインのシェパーズパイです。赤ワインとケチャップとネギで煮込んだ牛ひき肉、クリームコーン、マッシュポテトの3層になっています。メイプルタフィーです。時間が止まってしまいます。夫はとっくに食べ終わってるみたいです。こちらはカナダ最古の教育修道女会のウルシュリーム修道会の歴史と遺産を保存展示する歴史博物館です。3軒目の B クラブまたはベイクラブに来ています。こちらは家族で経営されているお店で、小さな女の子が飲み物を運んでくれました。彼の飲み物はノンアルコールですが、とてもフルーティーな炭酸飲料でした。メニューを後で確認しましたが記載はなく、私の中では幻のドリンクになっています。食べ物の方は24時間燻製したバイソンのあばら肉の煮物と季節の有機野菜です。バイソンは牛肉よりも濃厚で旨味があり、脂身が少なかったです。スモークのためかかなり柔らかかったです。お店の内装はこんな感じです。ガイドのおすすめ店の一つ、シェブレービストロボレアルです。こちらはシェフのジャン・リュック・ブレーとアルノー・マルシャンが展開する独創的なボレアル料理の店です。セイント・ジョン・ストリート沿いにあります。ミシュラン店です。こちらはシェブレー・コントワール・ボレアルです。先ほどのレストランから徒歩1分先の枯れ坂沿いにあります。クロワッサンにクリームメープルファッジを中に入れて食べるように勧められました。店内を見ながらも夢中で食べています。こちらのデリですが、かなり美味しいらしいです。一つ一つ大きめです。残念ながらメープルシロップ系はお土産としてアメリカにも持ち込めない品種の一つらしいです。それでもこの日に2回も味見ができてラッキーでした。店内は美味しそうなもので溢れています。暑い店内で見知らぬ人たちと一緒に慌てた食事と凍え死にそうな外で立ちっぱなしの激しい寒暖差を5回も繰り返しているのできついです。なのでリラックスはできないツアーでしたが、やっと最後です。5軒目のレバノイです。皆さんそうじゃないのかと思いますが、
もうクタクタです。私の目の前にあるのはお水とジンです。夫はモクテルにしました。ジンもケベックの小規模蒸留所で製造されたもので、松やシトラスのアロマを感じました。そしてプーティンです。最後に来ました。これも食べる場所によってかなり違ってきますが、こちらのチーズカードは少々固めで、グレービーソースも少し薄めに感じました。もうお腹いっぱいでしたが、普通に美味しかったです。ジンのテイスティングもこちらではできます。ジンは買って帰りたいぐらい美味しかったです。やっと解放されました。軽めですが2杯のお酒を飲んだので、ちょっと酔っています。ダフェリンテラスからセイントローレンス川を眺めています。日が落ちる前に散歩しようと思います。高さ制限のあるフニキュレールです。こちらは短いケーブルカーです。1人7ドルでした。降りていく時間は1分半もなかったような気がします。どうでしょうか？体に不具合がある方にはいいかもしれません。降りた地点から見た感じです。首寄り坂です。プチシャンプラン通りを南方に進みます。途中に小さな広場があり、女性コーラスグループが歌っています。地元の人たちだから多少寒さは平気でしょうが、こうして歌を披露してくれて心が和みます。こちらは市民の生活を描いた壁画だそうです。スルフォール通りのルップチデップです。スルフォール通りを東に進んでみましょう。こちらがセイントピエール通り、そしてロイヤルバッテリーです。このベージュの建物はアートギャラリーになっているようです。もう暮れてきました。こちらがツアー中に説明のあったミシュラン店のルクランです。最後までご視聴ありがとうございました。